今日はホンダの XADV に試乗します。この動画の前編ではいつも通り峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認し、おそらく後編になると思いますが、時間があればちょっとした林道を走り、そして最後に高速道路に乗ってこのモデルのライディングポジション、高速巡航性能、装備品、そしてこのモデルの良かった点、悪かった点などをコメントしていきたいと思います。ですので前編後編通して見ていただくことでこのモデルについておおむね理解してもらえると思うので、ぜひ見ていただければと思います。それでは今回試乗したホンダ XADV の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2200mm、全幅は 940mm、全高は 1340mm、ホイールベースは 1580mm、最低地上高は 135mm、シート高は 790mm、車両重量は 236kg、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 160/6015 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 直列2気筒、ボアストロークは 77mm×80mm、圧縮比は 10.7 で最高出力は58馬力6750回転、最大トルクは69ニュートンメーター4750回転となっています。クランクの位相は270度で豊かなパルス感と良好なトラクション感覚を実現しています。トランスミッションは電子式の DCT デュアルクラッチトランスミッションを採用。スロットルは電子制御式で、スポーツ、グラベル、スタンダード、レイン、ユーザーの5種類のライディングモードを搭載しています。駆動方式はチェーンドライブです。エンジンのシリンダー前径角は62度と極めて深く、それを前提としたダイヤモンドタイプのメインフレームを採用することにより、車体の低重心化と設計自由度の高さを実現しています。サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。フロントは 41mm 径のインナーチューブを持つ倒立タイプのテレスコピックフロントフォークを採用。こちらは伸び側のダンパー調節が可能となっています。リアサスペンションはプロリンク式で、プリロード調節が可能なモノショックとアルミ製スイングアームの組み合わせとなっています。フロントブレーキは日清製対向4ポットラジアルマウントキャリパーを採用したセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ。リアも同じく日清製片押しタイプワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。またワイヤーで作動するパーキングブレーキ専用の小さなキャリパーを装備しています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。テーパー形状のハンドルバーを採用し、メーターパネルは TFT のカラー液晶タイプ。ライディングモードごとのエンジンパワー、エンジンブレーキ、DCT のセッティング、トラクションコントロール、ABS の介入度など様々な情報が表示されます。またメニューの深い階層に入ることにより、メーターデザインの変更や各種の様々なセッティング変更が可能となっています。通話、ターンバイターン方式のナビ、音楽再生、メッセージ送受信などスマートフォンとの連携も可能です。豊富な電子制御、電子装備、DCT などの操作をするため、左右のスイッチボックスはホンダで最も多機能なタイプを採用。左右ブレーキレバーの角度調節のアジャスターダイヤル、パーキングブレーキ、グリップヒーター、ETC2.0 車載機、オートキャンセルウインカー、エマージェンシーストップシグナルなど、基本的な装備から最新装備まで必要とされるものが一切省略されることなく搭載されているというのもこのモデルの大きな特徴と言えるでしょう。またナックルガードも標準装備となっています。
スマートキーシステムを採用し、メインスイッチのオン・オフ、給油口やシートの開閉が鍵を操作することなく可能となっています。シート形状はご覧の通り、その下のラゲージスペースにはヘルメットを1個収納可能です。ETC2.0 車載機や車載工具が格納されているほか、ラゲージスペースを照らすための照明、USB Type-C のソケットなどを備えています。またシート開閉時に便利なダンパーを備えています。ハンドル下右側にはグローブボックスも装備。ステップフロア格納式タンデムステップの外観はご覧の通りとなっています。ウィンドスクリーンはリンク式で工具を使用することなく、高さと角度を5段階に調節することが可能です。また大柄な車体ですが、センタースタンドは比較的楽にかけることができます。それではいつもの峠道を走ってみます。このモデルはスタンダード、レイン、グラベル、ユーザー、そしてスポーツと合計5種類の走行モードを搭載していますが、せっかくですからスポーツモードで走ってみたいと思います。はい、今スポーツモードに切り替わりました。いつもはここで少しエンジンに意地悪をして低回転域での粘りなどを確認しているのですが、このモデルは電子制御された DCT ということで、それもあまりできないと思いますが、ちょっと試みてみたいと思います。じゃあまずマニュアルにして、はい、やっぱりできないようですね。おそらくですね、エンジンの回転数や速度などから判断してエンジンにあまり負荷をかけないような、そういう制御が入っていると思うので、このモデルではエンジンにあまり意地悪をすることはできないようですね。それでは、はい、せっかくですからね、 DCT のオートマチックモードで走ってみたいと思います。今オートマチックでギアは3速が選択されています。でここから徐々に上り始めるのですが、少し開け閉めしてみます。はい、この音聞こえますか？私もこの XADV は発表試乗会の時から何台か、そして何回か乗らせていただいていますが、前回の2021年でしたかね、そのモデルチェンジで相当変わったのか、排気音がまずこんなにドスが効いていたっけという感じがしています。またエンジンのこのパルス感、これがとても豊かで、なおかつ振動の角が取れているので、ライダーにとっては心地よさのみが伝わってくるといった印象です。それではここから本格的な上り坂が始まるので、ちょっとこの左手のスイッチボックスでギアを落として2速にしてみます。今あえて4速にシフトアップしましたが、 DCT が3速が適切と判断するようで、すぐに3速に戻りますね。はい、このモデルはマフラーの開口部がライダーに向いているので、かなり明確にライダーには排気音が聞こえてくるといった感じです。そしてこのエンジンの力強さ、おそらくこのモデルには専用のセッティングが与えられていると思うのですが、ものすごくエンジンはパワフルでトルクフル、そして DCT との相性もぴったりといった感じで、こういった峠道をライダーは本当に右手だけでスイスイと走れるといった感じです。
ゴロゴロといったエンジンが回転していることを伝える振動がグリップとか、あとシート周りから伝わってきますが、それも先ほども言った通り、あくまでもまろやかで角が取れたもの、こうしてエンジンが回っている時というのは、本当にライダーは心地いいというか、なんと肌触りのいいエンジンなんだろうと思う方が多いのではないでしょうか。はい、スロットルを大きく開けると、四輪のオートマチック車のように自動的にシフトダウンしてライダーが必要とする駆動力を与えてくれるという制御も入っているので、もはやこの DCT も完成の域に入っていると言ってもいいぐらい、その作動は自然なものとなっています。ただ先ほど言ったような制御が入っているので、乗り始めはそんなに急激にスロットルを開けない方が良いかと思います。自動的にこのようにシフトダウンして猛然と加速し始めるので、その点は注意が必要かとは思いますが、仮にそうなったとしてもあまり急激な動きをするわけではないので、危険になるほどではないと私は思います。このエンジン本当にこんなに心地よかったっけというぐらい肌触りが良くなってます。初代のモデルからこういったスクーターのような姿のモデルに搭載されるエンジンとしては元気のいいものだなと思っていたんですが、今やそのあたりの相性もぴったりと合致しているといった感じ。これぐらいの峠道を走る分にはパワートルク申し分なしといった印象です。今スポーツモードで走っているので、おそらくエンジンの許容する回転域の幅の広さというのは広めになっていると思いますが、オートマチックでもシフトダウンしてくれるんで、このような下りの峠道を走っている時も自然なバックトルクが得られるようで、この辺りも走りやすさにつながっていると思います。今あえて左手でシフトダウンしましたが、本当にこの辺りのシフト操作は自然になっています。シフトダウンはタイミングが合わないとギクシャクしがちなものですけれども、この DCT であればもうむしろ人間がやるよりもうまいのではないかというぐらい、それぐらいとてもスムーズにシフトダウンしてくれます。そういったギアが何速とかエンジンの回転数がどうだとか、そういったことはあまり気にせずにライダーはむしろ走りに没頭できるようなところもあり、この辺りが DCT 車のいいところだなと思います。それではオートマチックモードに戻します。当然スポーツモードだと加速時はエンジンの回転数引っ張り気味になるので、こういった峠道を走っている時もそうですね、マニュアルトランスミッション車と私はもうあまり大きな違いが感じられないというぐらい、それぐらい元気に走ることもゆったりと流すことも自由自在となっています。こういった回り込んだコーナーも本当にくるっと回ることができて、この辺りはね、リアの小径タイヤが効いているんだと思いますけれども、いやさすがにここまで完成度が高くなってくると、このバイクはすごいとしか言いようがないですね。はい、それでは U ターンしてみます。はい、ホイールベースが長めなのと、今全然ハンドルはロックまで至っていなかったのですが、ちょっと大回りになってしまいましたが、慣れればもっとくるっと小回りすることができるのではないかと思います。今度峠道折り返してまた上りになると、このエンジンの表情の豊かさが余計際立ってくるといった感じがします。このドコドコドコという明確なパルス感、下手なクルーザーモデルも真っ青というぐらい、このエンジンは先ほどからコメントしている通り、肌触りがいいのとともに表情も豊かで、こういったモデルなんで誤解されがちだとは思いますが、これであれば
ライダーは全く飽きることなくこういった峠道を絡めたロングツーリングも楽しめるのではないかと思います。音もやっぱりいいですよね。乗り味はまさにこの排気音の通りといった印象です。音もこんなに良かったっけなっていう感じがします。次に車体やハンドリングなどについてですが、皆さんに思い出していただきたいのは、モデルチェンジでフレームは確か改良が施されたはずですが、基本的には NC750X などと車体構成、エンジンなどを共有しているということで、特にですね、エンジンとその車体のパッケージが優れているんですよね。具体的に言うと、エンジンはまずシリンダーの前傾度が大きく、車体に搭載した状態でも単体でも重心が恐ろしく低い。そしてそれを前提としたフレームを持っているので、こうして走っていても絶対的なその重心の低さがライダーに明確に伝わってくるので、ここもですね、こういった感じでちょっと縦溝が切ってあったりとか、路面のゴミが多いエリアで安定性を崩しやすいところなんですけれども、こういったところを走っていてもその重心がもうビタッと低いので、全くライダーは不安感を感じない。この辺りはこのモデルの本当に優れた部分だと思います。これに関しては NC 系のモデルと全く同一です。ただ車体の高さ、このモデルの方がより低くなっていると思うので、そういった低重心によるメリットはこのモデルの方がライダーに伝わりやすいのではないかと思います。あと前後の足回りに関してですが、まずこのモデルはフロントが17インチホイールとタイヤを採用していて、それに合わせたサスペンションの設定になっているのだと思いますが、これは一般的なロードスポーツと比べても全く遜色のない、そういったしなやかな倒立フロントフォークが採用されていると思います。先ほどからこういった荒れた峠道でもロードホールディング、フロントはとても優秀だと思います。またこういった姿でありながら、このモデルはフロントの伸び側のダンパー調節もできるということで、経験豊富なライダーはより自分好みのフロント周りを目指してセッティング変更できる可能性が残されていて、この辺りも良いと思います。こういうライディングポジションだとちょっとスクーターチックな、若干フロントの荷重が不足気味な感触をイメージしがちなんですが、このモデルに関しては先ほど言った車体構成とこういった優れたロードホールディングを誇る倒立フロントフォークが採用されているので、そのあたりの不安感はほぼないと言っても良いのではないかと思います。一方リアの方も、これはですね、リアは小径で確か15インチのホイールタイヤを採用していたと思うので、路面の凹凸やギャップなどはフロントと比べると明確に伝えてくる感じになっているとは思いますが、それでも一般的なユニットスイング式を採用したスクーターなどと比べると、リア周りのロードホールディング、乗り心地の良さも別世界といった感じがします。このちょっと小径なリアホイール、タイヤを採用しているがゆえに、シート下に荷物を積むこともできるということだと思うので、この点については私は良いのではないかと思います。ブレーキのレバーは比較的握り応えのあるタイプなのですが、その握り応えを感じてからぐっとレバーを引き込んでいくと、制動力も程よい感じで立ち上がってきて、扱いやすさに重きを置かれたフロントブレーキだなと思います。ただ先ほどもコメントした通り、このモデルはその車体構成やエンジンの搭載位置、エンジン形式などによって前後の重量バランスが優れているので、ちょっとやってみますが、このようにこういうスクーター的姿をしたバイクではちょっと考えられないような強めのフロントブレーキのかけ方も自由自在にできるようになっています。
今強めにレバーを引いてみたのですが、フロントブレーキ扱いやすさに重きを置いていると言いましたが、絶対的な制動力もかなり強いなと思います。指先の微妙なレバーへの力の込め具合もよく汲み取ってくれて、そして今ちょっと感じ取れたんですが、ローターにパッドが食い込む様子も分かりやすくてなかなかいいなと思います。そしてリアブレーキ、リアブレーキはフロントと比べるとやや制動力はマイルドといった感じで、この辺りも一般的なスクーター的な乗り物とは大きく異なる部分だと思います。この前後のブレーキのバランス、配分もやはりスクーターとは重量バランスが違うということを物語っていますね。スクーターだともうちょっとリアブレーキメインで使うような設定になることが多いと思いますが、このモデルは一般的なモーターサイクルと全く同じバランスでブレーキがかけられるようになっています。あとこのような DCT 車では私はコメントすることが多いのですが、 DCT 車の場合はクラッチレバーがもうなくなっているので、私は以前から操作系に関してはスクーターと同じような右のレバーがフロントブレーキ、左のレバーがリアブレーキという風にした方が良いのではないかとコメントをしてきましたが、このモデルではまさにそうなっていて、やはりですね DCT 車とこの操作系というのはとても相性がいいなと思います。具体的に言うと、まずリアブレーキをかける場合に手でかけることができるので、やはり右足で操作するよりは繊細にできるんですよね。この辺りがこういったスクーター的な操作系の大きなメリットであると私は思っていて、この先走ると思いますが、例えばダートや林道などを走っているときは、これ車体がぐらついたときに備えて足を出したい、足をつきたい、もしくは街中で普通に走っているときも足をつく準備をするようなとき、そういったときでもリアブレーキを自由自在に、何せ手でかけていますから、そういったリアブレーキの操作、いかなるときも自由自在にできるということで、やはり私は DCT 車の操作系としてはもうこの形態が一番優れているのではないかと思っていて、その点でもやはりこのモデルはよくできているなと思います。あとライダーの足元、この峠道を走り始めて気づいたのですが、このエンジンが収まっているあたり、このフロアトンネルというんですかね、この辺りがライダーのすねの周りでホールドできるようになっているので、これも峠道を走りやすいと感じた大きな理由の一つになっています。通常のスクーターであればここまですね周りで車体をホールドすることはできないので、これももしかしたらこのモデルの大きな特徴と言えるかもしれません。通常であればですね、このように足を前に蹴り出すことによってシートの段差、摩擦力を生かして車体をホールドするということがメインになると思いますが、このモデルはこのようにフロアボードにポンと足を置いた状態でも先ほど言ったホールドができるので、これも良い部分だなと思います。ということで、まずは XATV でいつもの峠道を走り、その基本的な乗り味を確認してみました。それでは。